皆さんこんにちは。ジャンク品の修理にチャレンジしているガオガオです。今回修理するのは ASUS 製のノートパソコン VivoBook 15になります。このノートパソコンは通電しないジャンク品として販売されていたのを購入しました。 CPU は AMD 製の Ryzen 7で、インテルでいうと10世代の Core i7 と同等のようです。2020年に発売されたノートパソコンなので、まだまだ現役で使用できると思います。このノートパソコンを修理してサブノートパソコンとして使用したいと考えています。安定化電源に接続してみます。電流が 0A なので、どこかの部品が故障してショートしている可能性があります。それではカバーを外して基板の状態を確認したいと思います。青白い跡がありました。濡れた場合、このような青白い跡が残ります。今回のノートパソコンは水分により部品をショートさせてしまったジャンク品のようです。最悪なことに液晶コネクターが焦げていました。いろいろ調べてみると、コネクターとケーブルは購入できることが分かりました。問題はこの焦げている基板ですが、焦げている部分のコネクターの1番から4番は液晶用電源で、5番は未使用であることが分かりました。基板のパターンがなくなっている部分をこのようにジャンパー線でつないでやれば、なんとか修理できそうです。基板を取り外します。濡れた跡がある部分を IPA で洗浄します。腐食しているような部品はなかったので助かりました。液晶コネクターを取り外します。なぜか液晶コネクターを取り外したのにショートは解消されていませんでした。取り外した液晶コネクター以外にも故障している部品があるようです。このコンデンサーが怪しいと思い、試しに取り外してみることにしました。
基板が焦げるぐらいの損傷なので、どこかの部品も一緒に故障した可能性はあると思います。残念ながらショートは解消されませんでした。1オーム、2オーム程度はショートしていることを意味しています。ボードビューのデータがあったので、焦げていた液晶コネクターとつながっている部品を調べました。黄色い部分が液晶コネクターとつながっている部品です。その部品を一つ一つチェックし、ショートしている部品がないか調べます。このデュアルモスフェットです。端子間が約23オームでした。この端子間も約23オームでした。同じ部品があったので比較してみると、このモスフェットは10キロオームありました。明らかに先ほどのモスフェットと異なる抵抗値なので、ショートしている可能性が高いと思います。抵抗値が低かったモスフェットを外してみて、ショートが収まるか見てみます。見事、液晶コネクター部分のショートは解消されました。それではモスフェットを取り付けたいと思います。このモスフェットはアリエクスプレスで購入しました。このモスフェットの中央部分が膨らんでいるのがわかると思います。中華製の粗悪品だった可能性があります。次は液晶コネクターを取り付けていきます。液晶コネクターもアリエクスプレスで購入できました。液晶コネクターが動かないようにマスキングテープを使用して仮固定します。コネクターの足をはんだしていきます。基板のパターンが剥がれていた部分にソルダーレジストを塗り、ショートしないように絶縁します。さらに重ね塗りして固めます。端子部分のソルダーレジストを削ります。各ピンにジャンパー線をはんだします。はんだしては外れてを何回も繰り返し、ようやくジャンパー線を固定できました。見た目は良くないのですが、私の腕ではこれが限界でした。それでは
ジャンパー線がしっかり接続されているか確認です。0オームなので問題ありません。抵抗値が0オームの場合はしっかりつながっていることを意味します。それではソルダーレジストを塗り、紫外線ライトで固めます。それでは焦げていた液晶ケーブルを交換していきます。液晶ケーブルを交換するには液晶パネルを取り外す必要があります。液晶ケーブルもアリエクスプレスで購入しました。外れないように付属のテープで固定します。CPU に新しいグリスを塗ります。交換したコネクターにしっかり接続できたので一安心です。それでは動作確認です。やりました。奇跡的に動きました。それでは Windows 10をインストールします。無事 Windows 10のインストールが完了しました。ドラクエのベンチマークで負荷をかけて問題ないか確認です。設定はフル HD の標準品質です。見事完走してくれました。今回のジャンク品は水濡れによる故障だったので修理できるか不安でしたが、無事修理できたので良かったと思います。今後も定期的にジャンク動画を配信していきますので、よかったらチャンネル登録をお願いします。それではご視聴ありがとうございました。